今回は今物語が一気に動いている半妖念者姫なんですが、その中でも気になる謎と言いますか、今後明らかになるのが楽しみなポイントはね、何かあるのかなっていうのをいつも通りコミュニティで募集させてもらったところ、いろいろコメントいただきましたので、一部抜粋してですが、見ていきたいと思います。まずこちら。謎ですか？謎とは違うかもしれませんが、とわちゃんには残聖剣、せつなちゃんにはゆかりと断ち切りと新しい武器が追加されているのに、モロハにだけ未だに新武器などがないのが、少し寂しいですよねと。で、モロハちゃんは霊力攻撃の方が得意そうなので、母かごめからあずさ山の弓など託されたら盛り上がりそうですね、というところで、これね、僕もちょこちょこ話をしていたんですが、モロハさんだけ結局、竹千代編のところでも、何かしらね、あるかなと思いきや、何も、レベルアップ的なところがなかったように思いますので、どうなのかなという話ですね。で、これがですね、今後、もうそろそろこの犬夜叉かごめと再開しますので、そこで何かしらあるのかなっていうのと、あとちょっと思ったのがですね、モロハさんのこのベニヤシャモードの話なんですが、モロハはそのかごめからね、暗示を受けて本来の妖怪の血を抑えてるみたいなんですけど、その師匠である柔らぎから、いざ酔いの紅を使って、その妖怪の血を呼び覚ませる方法を、教えてもらったよっていうのが、このベニヤシャの状態なんですよね。だからこのベニヤシャっていうのが、ちゃんとした妖怪の血を解放する方法ではないのかなというところなので、だからこの犬夜叉かごめと再開することで、この暗示を完全に解いてもらいまして、さらに強い力を発揮できる可能性があるかもしれないねっていうのがちょっと思ったんだけど、でもここコメントにもね、ある通り、霊力面のね、強化が安牌な感じはする。次にこちら。なぜそんなにキリン丸はアクルの風車を欲しいと思っているんでしょうか？娘のリオのためにアクルの風車が必要ってことですかね？そこまでしてマップをまさに変えようとするでしょうか？とにかく黒色指示を返してほしいよっていうところで、これ以外にもね、ちょこちょこ、このキリン丸の思惑だったり、アクルの風車のとこをね、気になってるコメントがあったんですが、一応そのキリン丸さんは、リオンを助けるためにね、いろいろ行動しているのかなっていう風に見えるんですが、実際にこの時の風車を使って時空の狭間に行くことでどうなるっていうのはあんまりよくわかっていないよと。で、これもね、コメントにあったものなんですが、仮にこの時の風車を使って未来、過去に行くことができるアイテムだとするならば、そのリオンが死ぬ前の時間に飛んでリオンを助ける、過去を改変するか、それからですね、その末法末世になること自体をまた一つ目的としているのかもしれません。で、あとこの風車の話なんだけど、僕もずっとそのアクルの風車自体に不思議パワーがね、詰まっているのかなと思っていたんですが、これそういうわけじゃなく、そのアクル自身がそもそも回るものに対して強い興味を示しているんですよね。これまでの話を見てみますと。だからこの持っている風車も、ただの実はおもちゃで、そのアクルのお気に入りな風車なだけの可能性があるかな。でもそんな、ただの風車をキリン丸が狙っているのは、これはもうやっぱり、キリン丸さんも風車欲しくなったんでしょうね。いい風車持ってんじゃねえかという。か、それともですね、このお気に入りの風車を奪うことで、姿は見えずとも近くに、アクルの存在を置いておけるからと考えたかもしれません。で、次にですね、これはそのどのコメントっていうわけでもないんですが、次回おそらく明らかになってくるであろう結び山についてですね、まずこちらの画像を見てほしいんですが、これ見てわかる通り、どうにもね、その結び山っていうのは人っぽい形を、しておりまして、で、それがね、キリン丸に似ているんではないかという声や、あとこの全体的に優しくね、中心を抱きかかえているように見えること。そしてこの場所にリオンさんが眠っていたことから、母親なんではないのかなっていうものや、いや、緑子とも似ているぞというね、声があったんですが、ここら辺のね、人っぽい形をしている関連性が今後明らかになるところ、気になるという話です。そして次なんですけど、これは最終回の話ですね。そのキリン丸との問題、妖霊星との問題を解決した後に、今もそうなんですが、簡単に、戦国時代と現代を行き来することができないと思うんですよね。で、そうなると、気になってくるのが、モロハはその犬夜叉かごめと再会したら戦国時代でね、仲良く暮らしていくのかなと思いますが、問題はこのトワさんが現代でね、生活していた時間の方が長いですし、改めて日暮家のね、みんなに愛されていたことを再確認する話も、前回ありました。そしてそのもう一人の妹、メイさんからは、絶対に帰ってきてねっていう風にも言われておりますから、現代に戻ってね、最終的に、暮らしていくともね、考えられるかなと思いますが、せつなさんがね、戦国時代を選んだ場合、せっかく会えたのに再び離れ離れになってしまうし、そもそもトワさんは現代で少しね、生きにくいと思いもね、していた、悩んでいた過去があるっていうのを
を考えますと、あとは刹那諸刃3人ともね、戦国時代に最終的に暮らしていくという選択も全然、考えられるんじゃないかなというところでございます。それでまたちょっとね、コメント戻りましてこちらなんですが、謎というかみんなに教えてほしい。陸がイザヨイの紅を届けたり黒真珠を作るため協力していたのは結局なんで、そこが理解できてないからずっとあれなんでなんっていうのを引きずっているよと。これはですね、正直、ちゃんとこうだっていうのが、判明してるわけではないんですが、この時の1の章の時の陸さんの目的ではっきりしているところを言いますと、虹色真珠をすべて集めゼロに届けるっていうのを目標としてたと思うんですよね。で、そうなるとそのためにはまず虹色真珠を持つ司教をね、これどうにかしないといけなくなってきますよと。で、陸というのがどうやら十兵衛さん曰く司教を倒せるほどのね、実力は全然持っているんですが、その愛する者しかね、殺さないという縛りを、設けておりました。だからその代わりに司教を追い詰めてくれる存在として、犬夜叉かごめを、利用したかったから助けたのかなという話とか、ここら辺の陸の思い、なんでこんなトアをね、すごい大事にしているのかというのをまとめた動画を、出しておりますので、ぜひよかったらご覧ください。っていうのが現状での解釈なんですけど、これ以外のね、思惑が全然あると思いますし、その妖怪の墓場にそもそも行かなければならない理由っていうのが何かしらあったのかもしれません。そして次にですね、弥勒様の千日行って結局どうなったんだっていうとこですね。もうそろそろ千日経って終わるんじゃないのかなと、なんとなく思っているんですけど、その結果何かしら、一応神通力を得ようとしているって話でしたが、それを得ることができるのか。けどこれね、ゼロさんに言われていた話なんですが、人間なんてどこまで行っても人間ですよっていうようなことを言われておりましたので、そこまでね、劇的な変化は訪れない可能性は全然あるのかなというところです。で、次にこのリオンさんなんですけど、この耳の位置とか母親がね、まだ判明していないということから汎用なのではないかなというね、話はございました。結局その死因とかね、父親キリン丸からすごいね、過保護にされていたよっていうのは判明しましたけど、母親に関してはまだ情報が出ていませんので、気になるとこですね。そしてね、これ以外にもですね、キリン丸の分身、陸、キリン、オサム先生はそのキリン丸が倒れた後どうなるのっていうとこだったり、あとはその現代でなぜか至根の玉に関する記憶、これがね、みんななくなっていましたよっていうことと、いや、その4話ではいなかったモロハが28話の回想シーンには登場していたよということから、何かしらその過去の改変が行われているのが特に、そんな深い意味はなく、ただ単純にその視聴者に犬夜叉かごめを見せたかったので、ただね、シーンを追加しただけなどか、そしてこの時の風車が少し動いたっていうのと、これもね、前ちょっと話題になっていた話なんですが、雑誌にかごめにとって犬夜叉のように、とは刹那諸刃にも運命的な出会いがあるという風にね、と、書かれているんですが、これがですね、またいろんな解釈ができるなっていうのが、諸刃が今後ですね、その犬夜叉かごめと再会できるっていうのもある意味で、運命的な出会いとも言えるので、そういう再会的な意味合いを込められているのか、それとも本当純粋にこの犬夜叉かごめのような運命の相手と出会うっていう意味なのかっていうのがね、とりあえず、いただいたコメントの中でこんなね、謎があるよっていう話でございました。これ以外にもね、こんな謎もあるよねっていうのがあれば、ぜひぜひね、コメントをしてくれたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。